ちょっとどうですか？ちょっともうちょっとかな。あんまり緩いとちょっとかわいそうです。先生の両親が傷んでしまう。あんまりもう痛まなくなりません？慣れてくると。一瞬でキュッといくと、はい、いいんですけど、ちょっとこう暴れてる感じがやっぱりちょっと嫌なんですね。泳いじゃうとちょっとかわいそうかなって感じしますね。まあだから油だと本当一瞬でね。あれでも危ないですよ。バシーンって。そうありますね。だからまあバッターはないいんですけどね。芋虫とかやるともう跳ねますからね。破裂しちゃう。バチッと破裂しちゃう。油入れちゃうと。だからベースはやっぱり一旦生きてるやつは一旦茹でて固めてからの方がいいと思います。バッタも一旦火すると茶色い液が出るので、あ、そっか。はい、味も良くなりますね。そうだ。はい。あれは何？消化酵素。吐き戻し液っていうふうに言われるんですけど。足が引っかかっちゃう。足もね、それ引っかかっちゃってるやつがいいですよ。消化酵素、吐き戻し。食べて分泌液です一応は。胃液みたいな。作るその線があるので、ちゃんとそのベタベタして苦い防御物質ですね。防御物質ある。はい。あれ出すと鳥かなんか食べなくなる。結構苦いんですよ。苦いので、多分哺乳類対哺乳類じゃないかなと思うんですけど。そうですね。なんかベタベタして苦い汁を出します。で僕も確かめなきゃと思って食べたんですよ。ちょっと苦いですか？その液を舐めたんですよ。苦いです。苦いですか？じゃあ今日もぜひ食べてみましょう。ペーってかけられるんですか？今ここに手出したらペーってかけられる。つまんだりするとここからぷくーっとこう口からじゃあやってみましょうか。茶色い液が出るんですよね。茶っぽい液が。私も舐めたことないですけど。ちょっとそれやってみたいです。いきますか？捕まえれば全部。さすが。で、胸を持つといいです。胸を持つ。はい。で、ここでついついと。出てこないな。痛いですか？そんなに出てきた。出てきましたね。はい。本当だ。これですね。本当だ。私も痛いですかねこれ。奥まで指を入れなきゃ大丈夫です。出てきた。このカラメルみたいな色の汁。匂いは無味。虫？いや。そうですね。苦いですか？極端に苦いってことは苦味と渋み。渋みはありますね。ちょっとベタつきがあるので。そんなに苦くはないか。そんなに苦くはない。やっぱり養殖物のせいですかね。わからないです。どっちか。結構野生のものが苦かったと思うんですよね。あとは捕まえてするとどんどん出しちゃうので。なるほど。はい。渋みは確かにあります。渋みはあるけど、そんなに苦いってほどでもない。苦みもないけど。決して美味しくはないです。美味しくはないです。美味しくはないです。こういうのを茹でると水に溶けていくので、多分味も良くなると思います。なるほど。なんかブーツ履いてるみたいですね。ブーツ。足がね。足が。綺麗。蹴られるとなかなか痛いやつです。よく見ると結構毛が生えてて、毛というかトゲみたいなのが結構大きくて。このトゲって何の役割あったんですか？キックするときに。トゲが。はい。滑らないやつか。滑り止め？捕まえたときに蹴るためのトゲです。後ろ向きにしか生えてないので。一応防御でしょうね。防御。はい。でこのかかとの部分ですね。これが一番強いかかとの部分にこう向きに生えてるやつが当たると一番痛いです。そうですね。よくあれを言うんだけど、すねは食べない方がいいと。なんかトゲがあるから。ももは美味しいんだと。ももは美味しい。もも美味しいですね。すねはね、トゲがあるから喉に刺さると大変だなという。特に子供さんはすねは取って食べましょう。この部分ですね。この部分で取る。はい、トゲがある部分。お家でも結構食べますか、昆虫は？そうですね。料理のレシピを作ったりするときに、いろいろ食べ比べたりします。
あれ奥さんも食べたっけ？そうですね。妻にも味見を頼んだりしますね。ああ、なるほど。やっぱり僕は昆虫食もこう思い入れがある方なので、フラットな立場で、そうです。はい、食べてほしいということで。奥さんも食べるんですね。なんだろう、いい奥さんと巡り合い良かったです。そうですね。ね多分内山さんと我が家と、あとギリコさんとこぐらいですか。お家で昆虫料理が許されている家庭。はい。奥さんは昆虫食関係で出会ったんですか？いや、全然その前ですね。昆虫食始めバッタで出会った。違いますよ。それよりもずっと前です。それよりずっと前。そんなまた冗談、本当か嘘かわかんない冗談をまた先生あは。そこで愛が深まったんじゃないですか。奥さんもバッタ会に。そうですね。一回バッタ取って食べたいっていう話だったんで、一緒について。バッタの取れ方のね、素晴らしくね、すごいんで、それで惚れ直した。そんな話夫婦のストーリーを作らんでください。先生の奥さんはバッタ会に来たりとかするんですか？はないですね。そこまではなかなか、佐伯さんみたいな理解ないですから。十分ですよ。世間一般からしたら十分なんです、多分。そこで僕は別に愛が深まったので、いや、十分だと思いますよ。まあ、うちの場合はほら、同じ長野県出身ってことがあって、その点では理解なるほど。が変わります。そんなに抵抗はなく。逆に虫きっかけで仲が悪くなったっていう夫婦はいるんですか？先生の知る限り。そういう人はあまり言わないですよ、そういうことは。昆虫をキッチンに持ち込んではいけないというルールが先にできてたりしますね。大体の家庭はそうですよね、きっと。大体そうでしょうね。入ってこないように努力するのが世間一般は普通だから。冷蔵庫、冷凍庫あたりが許可されるのも、冷凍庫とか冷蔵庫は別個にちっちゃいやつをね、用意したのが家族円満ですね。突然なんかこういうのが入ってるとびっくりします。それそうでしょうね。でも最近俺久しぶりですね、会ったのはこうやって。そうなんですよ。僕ずっとラオスにいるんで、オンラインでは内山さんといろいろ会話するんですけど、そうですね。直に会うの久しぶりです。会うの久しぶりなんです。じゃあ日本にいるのも久しぶりですか？そうなんです。実は3月にラオス国境が閉鎖されまして、そっかコロナの影響で、検査を受けないと国境を越えれないっていうのをタイ政府が言い出しちゃって、でラオス国内に検査をできる場所がないので、あれ実質これはロックダウンじゃないかということで、いろんな日本人と一緒に慌てて。ってことは、奥さんともラオスで住んでるんですか？いや、妻は別の仕事を日本でやってるので単身赴任という状態ですね。じゃあ普段だったら、1年のうちどれくらいラオスにいるんですか？ほとんどです。ほとんど8ヶ月、9ヶ月、10ヶ月ぐらいですね。帰っても2週間とか、1ヶ月日本に戻ることはほとんどなかったので。じゃあほとんど奥さんとはじゃあ1年にそうなんです。なんで今年はえらく夫婦で長くいる時間、妻もリモートワークを始めたので、そうすると家にいる時間がえらく長くなったこの今年前半でした。やっぱり愛が深まったということです。無事いろいろとこう久しぶりに新鮮でいいですよね、でもね。新鮮もそうですね。あんまり先生意外とそういう話好きですね。あんまり僕もいろんなところ行ったりしてたので、そうですよね。本当に奥さん研究室もいろいろ変わってたりしたので、奥さん大丈夫かなと思いながらいたんです。同居している時間っていうのはすごく少なかったんですけど。先生は深まったんですか？どうですか？先生、内山さんどうですか？私はもう長いですから、もうこれ以上深まりようがないという。チャンネル登録待ってます。